はい、皆さんこんにちは、ミルキーです。今日はですね、こちらのかき氷機、結構古いものになります。おそらく昭和の戦後、1960年代ぐらいのものなんじゃないかなと思います。これをね、ジャンク品で入手してきたので、修理していく。修理と復元ですね、していくっていう形になります。で、こちらのメーカーが、中部工機株式会社ですね。愛知県の桑名で作られたみたいですね。100V の 50Hz、60Hz に対応したものになっています。で、機種名が初雪か。機種名が初雪というものらしいですね。ここにもこういうプレートが入っていますね。初雪と。で、ここに大きく初雪って書いてあります。では、まずちょっと外観見ていきましょう。こんな感じですね。サビの具合。全体的にサビが結構浮いている。そんな感じ。外装ですけども、ここ、欠けていますね。金属でできているんですけども、おそらくこれは鋳造ではないので、溶接はしやすいと思います。あと、ここ割れてますね。この後ろのところの底ですね。ここに割れがあります。これも溶接して直したいと思います。ここにスイッチがあるんですけど、これ多分最初からついてるもんじゃないかな。日立のK型の K タイプのスイッチということになってますね。電源コードなんですけども、電源コードはおそらくこの灰色のが初めからついてるやつです。で、新しいものが付けられてるんで、途中で断線したりしたんじゃないでしょうか。このノブなんかは新しめっぽいですね。ここに中部工機って書いてあるんで、純正じゃないかと思います。ジジイババアの声ができるんですけども、ご容赦ください。これが、こいつを簡単に上下させるための機械ですが、ちょっと重いです。で、このレバーがね、電源をオンしたときに、この回転板に動力を伝えるやつですね。これを下げると、動力が伝わるはずです。電源入れてもね、動かないということだったんで、モーターがおかしいのかもしれないですね。では動作チェックね、やっていきたいと思います。はい、電源つなげました。では、電源オンしていきます。電源オン。モーターは回る。モーターは回りますね。モーターは回って、ただちょっとね、振動が大きいので、グリスアップとかね、してあげないとダメかもしれないですね。レバーを下げてみます。あれ、動かない。なんだ。動かないな。このレバーを下ろすと、ここに中にギア見えると思うんですけど、見えるかな、ギア。ギアがあるんですけど、これがね、左方向に移動するんですね。こう、わずかにですけども。こう下に下ろすと、左方向にギアが移動します。それによってね、ハスバ車がこれに接続されるはずなんですけども、これがね、横に移動しないですね。もしかしたらこれが固着しているとか、折れてる、軸が折れてるとか、そういうことなんじゃないかなと思います。で、全体的にグリスアップは必要そうなので、全分解してね、修理していくっていう形になると思います。はい。まずこのかき氷のね、ユニットを外していきたいんですけども、このユニットはこのボルトとこのボルト。この2つ、片側2つ。で、反対側にはもう同じものがあります。これを外すことで取れます。ただ、この軸抜けないよな。どうやって抜くんだ？そうすると片側のパネルも取らないといけないかもしれないです。で、このボルト、ナットは、このレバーがくっついてますんで、これも外していく。そんな感じですね。下側にあるボルトは氷を乗せる台ですねを止めてるんで、これも取っていきます。このボルトはモーターを固定している台、これを支えているボルトですね。これも取っていきます。反対側も同じですね。では作業をやっていきます。ちょっとなかなか緩まないのでね、油さしておきます。潤滑剤をちょっと拭いて緩むように。よし、これで取れるかな。だいぶ緩くなったかもしれない。
まあそこまで錆びてはいないですね。中まで錆びているっていうことはなさそうです。折れないで外せるかもしれないですね。ゆるゆる。このかき氷機ね、60年ぐらい前に作られたものとは思えないぐらいにね、結構中身が綺麗でした。60年経ってるからネジのところもね、サビサビで固着してるかなって思ったんですけども、そうでもなくてね、ちゃんと錆びてすらいなかったというところですね。保管状態が良かったのかな。塗装もね、これ一回塗り直してる感じがしたんで、まあちゃんとメンテされたものだったのかもしれないですね。もしくは昔のその鉄の素性が良かった、素材が良かったっていうのもあるのかもしれないです。順番としてまずこの台を外さないとダメかな。ボルトの外し方なんですけども、トルクをかけられるスパナでね、一回緩めてあげて、手で回せるぐらいになったら、ドライバーみたいなビットを先っぽにねつけられるやつね、これでくる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 回しています。このやり方非常にいいですね。すごい効率化になってるなと。ボルト外していてね、面倒くないっていうのが非常にいいポイントかなと思っています。ボルトを外していくとね、だんだん気づいてくるんですけども、割れがね結構多いんですよ。開けてみて分解してみたらね、鋳造品だったんですけども、至る所が割れてひびが入ってるんですね。でこのかき氷機30キロ以上あるぐらいね、結構重いんですよ。倒した瞬間ね、かなりの衝撃がこの筐体に加わって、それで割れたんじゃないかなって思います。ここも割れてんね。ここも割れてるや。ここも割れてますね。結構いろんなとこ割れてる。あれ割れてたっけ、この後。次にモーターもちょっと全部緩めちゃいましょうか。結構ね、ネジがね、いい状態ですね。これまた使える感じはしますね。全然舐めてもいない。このかき氷機ね、本当に重くて、私が一人で持ち上げると10メートル、そんぐらいでね、もうへばっちゃうぐらいの重さということですね。もしかしたら40キロ以上あるのかもしれないです。モーターがこう下に台ごと落ちると怖いので横に倒しました。このパネルはね、1、2、3箇所のプラスネジで止まってますね。あ、4箇所だ。ごめんなさい。4箇所ですね。ナットが空転しちゃいます。ここなんですけども、ナットとね、ネジで固定されていました。これ多分、ネジがバカになっちゃったんでしょうかね。バカになっちゃったんで、まあ、ナットで固定していたと。まあ、タップ開けれたらタップ開けてね、直したいと思います。ここのネジの構造なんですけども、実はナットがあるのが正しいです。ただ、このナットね、よく見ると、ウェルドナットなんですね。ウェルドナットなんで、本来板の方にね、このナットが溶接されて固定されてないといけないです。それが外れてしまったということですね。上の2箇所はちゃんと溶接されているままだったので、ネジが外せましたが、横の2箇所はね、ナットが外れてしまったがために空転してしまってね、ドライバーで緩められなかったということになります。あれ、ここもナットでね、止められてたんだけども、これが正規の仕様かもしれないですね。もしかしたら別にナットだったのがおかしくないのかもしれない。これで外れるはずなんだけど、あ、ここ、ボルトで止まってますね。ナットかな？ボルトかな？これ取んないと、そこを取んないと外れないです。なので、そこを取っていきます。はい、取れました。ユニットを取れるはず。よいしょ。
であとは最後にモーターですね。スイッチのネジ取ります。これもそんなに傷んでないんだよな。交換してたのかな。ちゃんとステンレスじゃなくてね、ユニクロのやつ使ってると思うんですけども、錆びてないですね。じゃあモーター外しちゃいます。カメラ電池切れでねストップしちゃってたんですけども、天板は外してあります。であとサイドのパネルですね。ここのネジ2つを外せば取れますと。やっぱナットがあるんですね。しかもウェルドナットみたいですね。ウェルドナットがここについてたみたいですね。だからナットが正しい、ナットがついてるのが正しいということですね。外れました。はい。やっと分解が終わりました。こんな感じですね。ネジの数とかね、構造的にはシンプルなんだけども、重いのと、あと古いから割っちゃいけないなっていう、そういうちょっと気をつけてたところもあって、結構苦労しました。まあ、とりあえず壊さずに分解できてね、よかったというところですね。はい。こちらユニットですね。取り外したユニットになるんですけども、ギアの部分ですね。なんで回んなかったのかと思ったんですけども、ちょっと見てすぐわかりますね。ここ、折れてしまってますね。ここも折れてるし、ここも折れてるし、ここもひびが入ってますね。もうこう、破壊寸前っていう感じですね。直せるかな。まあ、ひとまずね、これ、分解して溶接は試してみるのに、これ鋳造ですね。鋳造品。なので結構溶接難しいかもしれないです。で、とはいえ、このギアがね、前後しない理由がちょっとわかんないです。おそらく、これ回すと、よいしょ。これを回すと、このプリは動くんですよね。ちょっとゴムが噛んじゃってるけども。このプリは、こう、開いたり閉じたりするんです。このプリはね。このギアの動作原理が分かりました。1のハス歯車が左右に動いて動力のオンオフ切り替えをしていると思ったんですけども、そうではなくて1のハス歯車は常時噛み合っている状態が正しいですね。ブラケットが折れて1のハス歯車が噛み合わなくなって氷を回転させる軸にね、動力を伝えられなくなっていたというのがこの動かなかった原因になっていますね。ではどうやって動力のオンオフの切り替えをしているかというと、モーターからの動力がゴムベルトを介して3のプリに伝わります。この時2のギアを回転させると3のプリが左右に動きます。3のプリが4のプリから離れた状態、つまり3のプリが右側に移動した状態だと、ゴムベルトは3のプリだけを回している状態になります。3のプリは軸と固定されていないので、ベルトで回転させても軸は回転しません。2のギアを回転させ、3のプリを4のプリに押し付けてやると、4のプリが回転するという構造ですね。4のプリは軸に固定されているので、軸も一緒に回転し、1のハス歯車を回転させるという構造です。2枚のプリがクラッチになっていて、動力の切り替えを行っているということになりますね。はい。では分解していきましょう。まずこれだな。これを分解するんだけども、ここに割りピンが入ってますんで、これを取っていくか。この割りピンを外すのに非常に苦労しています。
引っ張ったりねじったり叩いたりいろいろやってみたんですけども、途中で引っかかってね、全然外れないんですね。もう結構時間をかけながらね、地道に外していくんですが、ちゃんと外れるかなっていうとこですね。ちょっと外れないから、外がちょっと割れてたとこ取れちゃいましたね。これ外して、もう分解しちゃいましょう。これじゃねえな。割りピンを抜くのに周りのブラケットをさらに壊してしまいそうなので、ブラケットを外してからね、ピンを抜く作業をやろうと、そういうふうに、今やっています。ここでね、シャフトを金属のハンマーでぶったたいてるんですけども、シャフトがこれによってね、変形してしまって、さらに外しにくくしていることにこれ気づいてないですね。シャフトを叩くときはゴムハンマーとかプラスチックハンマー、そんなので叩くべきだと今更ながら思っています。ブラケットを外すのをね、諦めましたね。で、さらに頑張って外そうとしていますが、割りピンの先端が変形して抜けないのではと途中で気がついて先端を削ることにしました。そしたら簡単にね、外すことができました。抜けた。やっと抜けた。これですね。多分これナイロンじゃないかな。66ナイロン。PA かなかポムですね。ポム。どっちだろう。おー、やっと外れた。で、これが外れるだろう。動かない。ちょっとワッシャー外して、あれ抜けない。ベアリングが取れねえ。これがストッパーになって外れないだけだわ。ハンマーで叩いたところが膨らんでしまって外れないですね。シャフトを削って変形したところを修正していきます。よし。だいぶ削ったので外れんじゃないかな。よし、外れた。今度はさっきの4のプーリーって言っていた軸に固定されている方のプーリーですね。これも割りピンで軸に固定されているので外していきます。ちゃんとね、前回の反省を生かして割りピンの先端を削ってからね、外していますね。えらいえらい。よし、抜けたわ。また電池切れですね。軸外しました。はい。割りピン抜いてね、全部バラバラに、ギアもね、外しました。ギアは、こういうワッシャーがあって、ここにベアリングが入って、で、こちら側の、ここにこういう風にセットされてる。そんな感じでした。割りピン抜いてね、シャフト抜いただけですね。今度はこちらですね。こっちのメインのシャフトの方。こちらの方も、これ溶接しないといけないので、バラしていきます。こいつとこいつですね。ボルトを取んないといけないです。針の底の方から取っていきます。なんかいっぱい、あれ釘が出てきた。なるほど、なるほど、なるほど。氷を押さえとくやつ。釘なんですね、これ。こんな風に刺さってて、押さえられてるだけ。これはもう、これがポロポロと。さっきのネジ外さなくても大丈夫だったかもしれない。普通に取れましたね。まあ、いっか、磨くからね。取っときましょう。これが取れれば、あとは、もうこれを外すだけですね。よいしょ。はい、取れました。このネジ取って、あと横のネジか。これはいいかな。横のネジも取んなくても大丈夫だよね。
このネジも取って、これで取れました。はい。これにこれを組み付けて、あとこいつか。こんな感じかな。こんな風にバラバラになっちゃってるんで、これ全部組み付けないとダメですね。はい。これをちょっとやっていきます。溶接、ほんと最近始めたばっかりで素人なんで、うまくいくかどうか。はい、溶接ね、終わりました。実は1回目ね、やったんだけども、うまく組み付けられなくて、2回目ですね、やりまして。で、まあ、ちょっとプロに言わしたら、もう、ケチョンケチョンに言われそうなんだけども、こんな感じでね、こんなんじゃ強度出ねえとか言われそうな感じもしますが、とりあえず、やってながらに、まあ、溶接始めたのはね、1ヶ月前とかなんで、そんなうまくないです。毎日やってるわけじゃないしね。3回目ぐらいかな、溶接。なので、まあ、こんなもん。アーク溶接ですね。一応ね、グラインダーで削ってみたりして、綺麗にはしてみましたというところですね。はい、こんな感じです。はい、一応ね、軸もちゃんと通るんで、まあ、問題ないかなと思いますね。はい。滑らかです。なので位置はね、ちゃんと出てるんじゃないかと思ってます。今回の動画は一応1回目ということで、ここまでで終了かなと思ってるんですけども、この次何やるかっていうと、外装がね、割れていたり、ひびが入ったりしているので、そこをまず修理していきます。その後、こういう塗装ですね、古い塗装を削って、で、塗装していくっていうのをやっていこうかな。はい、では今回は以上になります。